皆さんこんにちは。電磁気学基礎第5回の解説です。今回はですね、物質、つまり私たちの身の回りにあるものが目に見えない電場や磁場とどう影響し合うのか、その核心に迫っていきます。スマホから発電所まで現代技術の根幹をなすこの現象の謎を一緒に解き明かしていきましょう。さて、こちらが本日の探究のロードマップです。まず物質の中での電磁気学のルールを確認します。でその次に電気の世界で起こる分極、そして磁気の世界での磁化、この2つの主役に焦点を当てていきます。それらがどんな力を受けてどんな場を作るのかを探って、ミクロな視点からマクロな現象へとつなげていくんですね。最後に次回への展望もご紹介します。ではまず電磁気学の世界の膣ともいえる EDBH フレームワークから始めましょう。これまで見てきたのはあくまで何もない真空での話でした。でも現実世界にはいろんな物質がありますよね。今回はその物質というピースをこの地図にどうはめ込むかというお話なんです。ここで登場する赤文字の P と M、これこそが今回の主役です。これらは物質が電場や磁場に対してどう応答するか、その個性を示す、いわば補正項のようなものなんですね。この式を見れば P は電速密度 D と、そして M は磁場 H と同じ仲間の量、つまり同じ次元を持つってことがわかります。物質が加わることで世界がどう変わるのか見ていきましょう。ではまずは電気の世界からいきましょうか。物質に現場をかけると中で一体何が起こるんでしょうか。分極という現象の正体に迫ります。誘電体、つまり電気を通しにくい物質に外からぐーっと電場をかけるとですね、普段は中心がぴったり一致しているプラスの原子核とマイナスの電子運がまるで綱引きみたいにほんの少しだけ引き離されるんです。このミクロな伸びが物質全体で無数の小さな電気双極子、小さな磁石みたいなものを生み出すわけです。さて、ここが面白いポイントなんですよ。物質の内部では隣り合う双極子のプラスとマイナスがすぐ近くにあるんで、互いの効果を打ち消し合っちゃうんですね。その結果、打ち消されずに残った電荷がまるで物質の両端にだけ現れたように見える。これが分極電荷の正体なんです。この一つ一つの小さな双極子の強さと向きを数字で表したもの、これが電気双極子モーメント、記号ではスモール p と書きます。電荷の大きさとそれがどれだけ引き離されたかの距離を掛け合わせたもので、双極子の性能を示す指標みたいに考えると分かりやすいかもしれませんね。そしてここが核心です。私たちがマクロな物理量として扱う分極ラージ P はこの無数に存在するミクロなモーメント P をある体積で平均化したもの、つまり密度なんですね。森全体を見るのが P で、木を一本一本見るのが P、そんなイメージです。さて、電気の話で掴んだこの考え方を今度は磁気の世界に応用してみましょう。基本的なストーリーは似てるんですけど、磁気ならではのひねりがあるんです。何が違うのか、ちょっと注目してみてください。磁気の世界の大きな特徴、それは N 極だけとか S 極だけという磁気単極子が存在しないことです。だから磁気の源は電荷のような点じゃなくて、電子の回転運動とかスピンが生み出すミクロな電流の渦になるんです。で、外から磁場をかけると、この無数の渦たちが一斉に同じ方向を向き始める。この整列の度合いこそが磁化、ラージ M なんですね。そしてこの図がその結果を見事に示してますよね。渦の向きが揃うと、分極の時と同じように内部で隣り合う電流が逆向きに流れるので、きれいに打ち消し合います。結果として物質の表面をぐるりと一周する正味の電流だけが残るわけです。これを磁化電流と呼びます。電気の時のスモール p に対応するのがこの磁気モーメントスモール m です。個々の電流ループがどれくらいの強さを持つかを示していて、電流の大きさとループの面積で決まります。もうお分かりですよね。分極の時と全く同じロジックです。物質全体の磁化ラージ M は内部にある無数のミクロな磁気モーメント M を平均した密度として定義されるんです。ミクロな個性の集まりがマクロな性質を生み出すんですね。さて、分極 P と磁化 M の正体がミクロなモーメントの集まりだと分かってきました。では、これらのモーメントは外部の場からどんな影響を受けるのか、また自らはどんな世界を作り出すのか、
その相互作用を見ていきましょここで重要な違いがあります。天電化のような単極が作る場っていうのは、泉みたいに一点から湧き出て放射状に広がる湧き出し場、いわゆる保存場です。一方、モーメントが作る場は、竜玉巻のようにぐるぐると渦を巻く渦場になるんですね。この性質の違いが、電気と磁気の振る舞いの違いの根源の一つなんです。モーメントを外部の場、例えば磁石の近くなんかに置くと、コンパスの針が北を向くように場の向きに揃えようとする回転力、つまりトルクを受けます。さらに場が一様じゃなくて場所によって強さが違う場合は、引っ張られたり押されたりする並進力というのも生じるんですよ。この2つのトルクの式 T イコール P×E と T イコール M×B、 ちょっと見比べてみてください。まるでコピーしたかのように全く同じ形をしていますよね。この電気と磁気の驚くべき対称性は相対相対性と呼ばれていて、電磁気学の根底に流れる美しさの象徴なんです。これは電荷が電場から力を受け、電流が磁場から力を受けるローレンツ力の構造ともよく似ています。物理法則のシンプルな美しさがここに現れてるんですね。さて、ミクロの世界の密度である P や M が分かりました。じゃあ物質全体としての効果、つまり物体が持つトータルのモーメント P や M を知るにはどうすればいいんでしょうか。ミクロからマクロへの橋渡しを考えてみましょう。答えは空間積分、つまり全部足し合わせることです。電荷密度ρを体積で積分すれば総電荷 Q が得られるのと同じように、モーメントの密度である P や M を物質の体積全体で足し合わせることで、物体全体の総和としてのモーメント、マクロな P や M が計算できるわけです。このミクロとマクロの関係を完璧に理解するために、この理解の三一体をぜひ覚えてください。まず P は密度で、P は総量という物理的な意味。次に総量は密度の体積積分だという数学的な関係。そして最後に単位の整合性。例えば P の単位アンペア秒毎平方メートルに体積、つまり立方メートルをかければ確かに P の単位アンペア秒メートルになりますよね。この3つが揃って初めて本物の理解と言えるでしょう。さて、これまで学んできた分極と自我の知識、これは単なる理論に止まりません。実はこれがコンデンサーやコイルといった私たちの生活に欠かせない電子部品の動作原理にズバリ直結しているんです。この図が示すように、これまで学んできた概念は一本の鎖でつながっているんですね。例えば電場を生み出す源は電荷ローだと学びましたけど、分極 P もまた電場の源になることがわかります。つまり物質の効果を既存の法則の枠組みの中にきれいに組み込むことができるんです。そしてこのフレームワークは次回いよいよ具体的な電子部品へとつながっていきます。今回学んだ誘電体の分極がコンデンサーの原理に、磁性体の磁化がコイルの原理にどう結びつくのか、高校物理で学んだ知識が大学の電磁気学と見事につながる瞬間をぜひご覧ください。今回物質内部の電磁気の世界を覗いてきました。このスライドの問いのように、このミクロな現象を理解し制御することが私たちの世界を動かすテクノロジーを生み出しています。皆さんもぜひ身の回りの電子機器の裏にある物理法則に思いを馳せてみてください。ご視聴ありがとうございました。